はい。皆さんこんにちは。小春このきです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、利回りが 4% を超える、有料、高配当株と題してお送りいたします。はじめに、津上、証券コード6101を紹介します。津上は、小型超精密工作機械を製造する企業で、特に中国市場に依存していることが強調されています。売上の大部分を中国で上げており、最近の中国経済の低迷の影響を受けて、業績が振るわない状況です。PR は11倍、PBR は1倍、配当利回りは 4.3% です。株主還元には積極的で、積極的な自社株買いを通じて、1株当たりの純資産価値を増やしています。配当金も安定しており、2020年から2024年にかけて、配当金を2倍に増やしています。現役で配当成功は高まっていますが、今のところ 50% 以下です。株価を見ると、上下を繰り返しながら少しずつ下落している感じです。直近の決算発表では、月収減益ですが、計画に対する進捗率は、ほぼ例年通りです。業績は上下するものの、長期的には成長しており、利益率も改善傾向にあります。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、1110円に対して、目標株価は1202円で、8.3% の上昇余地があります。東南アジアやインドへの進出が鍵となりそうですね。続いて、SBI ホールディングス、証券コード8473を紹介します。SBI ホールディングスは、国内最大の証券口座数を誇る SBI 証券をはじめ、金融関係を幅広く行うグループ企業です。配当利回りは 4.1% で、今後も業績成長が期待されています。PBR も1倍を割っています。業績も過去最高を更新しており、配当金も増配されています。証券口座数は年々増加しており、手数料無料化などの施策が功を奏しています。個人的に利用している証券会社ですが、残念な点もあります。積立 NISA に便利だった三井住友カードのポイント制度が解約になり、口座を開設したユーザーから不満の声が上がっています。積立 NISA は一度設定すると変更するのもかなり手間がかかるので、それを見越した解約ならなかなか狡猾ですね。それでは AI による株価の予想です。現在の株価3880円に対して、目標株価は4122円で 6.2% の上昇余地があります。あまり好きではありませんが、楽天証券を応援したくなります。最後は、学級社、証券コード9769を紹介します。学級社は、都内における学習塾、エナを展開する企業で、少子化の影響を受けにくい、都内の私立高校や大学への進学を目指す、生徒を対象としたビジネスを行っています。現在の配当利回りは 4% を超え、12年連続で非減配を継続しています。さらに、ROE は 30% を超え、営業利益率も 20% 程度と、非常に収益性の高いビジネスを行っています。業界自体は少子化の影響を受けていますが、1人当たりの教育費が増加しているため、業績は安定して成長を続けています。収益性も高く、EPS、1株当たり純利益と配当金の推移を見ると、EPS は 2.2 倍に増えていますが、配当金は 1.5 倍にもなっていません。結果、配当成功が下がっており、財務に余裕が出ています。配当成功も高く保ちつつ、業績の成長に伴い、配当金を増やしている点もポイントです。ただし、少子高齢化が進む中、このビジネスモデルの将来は楽観できるものではないため、今後の事業展開が気になります。それでは、AI による株価の予想です。現在の株価、2141円に対して、目標株価は2274円で、6.2% の上昇余地があります。限られたパイをどう獲得するかがポイントになりそうですね。今回は、高配当銘柄を中心に取り上げました。放っておいても入ってくる高額の配当金、憧れますね。これまでは 20% の税金が取られてきましたが、新NISAでは上限はありますが、比
課税なんですよ。例えば年間80万円の配当金が100万円になるんですよ。かなりお得ですよね。20万円あったら新しいグラボが欲しいです。皆さんは税金がなければ何に使えますか？よかったら教えてください。今回の動画は以上になります。これからも投資に関する様々な情報を配信していきます。今後も継続して見てみたいという方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画が役に立った、参考になった、面白かったという方は、高評価のボタンをクリックしていただけると、今後の動画作成の励みになります。その他、ご意見、ご要望などあれば、ぜひコメント欄にご記入ください。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。